瞳なんですけれど、はい、僕はもう一番最初に小清水さんに作っていただいたウイスキーということで、もうまずこういう小清水さんが僕に専用に作っていただいたっていうのが、まあ一つはものすごい感動です。それからこれを作っていただくっていうのは、実は小清水さんが僕に火をつけたわけで、小清水さんが、定年退職された記念に行ってウイスキーボトルを1本いただいた。あれがもう非常に美味しかって、それで、小清水さんにお願いして樽で買いたいという話を持っていったのが最初なんですよね。そうですね。まあ私がチーフレンダーになった当時っていうのは日本のウイスキーっていうのは非常に厳しいマーケット、毎年こう市場がシュリンクするっていう状況で、その中でなんとかこうウイスキーファンの拡大狙いたいということでオーナーズカスクっていう一樽丸ごとお売りしますというビジネスを始めてサントリーとしてやりました。でまあそういうなんていうんですかね、全く新しい世界で皆さんにどうぞ一樽をとおすすめすると、本当に私自身のいいものだと思っておすすめするんだけど、でもそうだったらまず自分も一樽買おうということで定年退職の時に一樽買って、それをそれまでこうお世話になった人たちに皆さんにお分けするということ、そこがきっかけになったわけですね。いやでも橋本さんのこの瞳の場合は単なる一樽じゃなくて、もう一手間ブレンダーとしての仕事が入ったという非常に珍しい商品ですね。で結局、1991年のシェリーカスクで、アルコール度数が 59% というカスクを紹介していただいて、それを買うことにしたら、次にせっかく山崎蒸留所まで来られたから参考に一口だけ、水ならを眠らせてあげますと言って、まあもう本当は飲ませていただいたんですけれど、皆さんのサントリーの皆さんの手前に眠らせてあげるみたいな話だったんですが、それを飲むともうとても美味しかった。もうすぐそっちへ移ると言ったわけですけれど、それがとてつもない値段なので、諦めました。で考えたんですけれど、なぜ水ならが美味しかったのかと考えて、それまでは小清水さんとお会いするまでは、ワインのまあクレイジーだったわけですね。だからワインっていうのは白ワインで舌を作って赤ワインに行くという、こう口内調味というか口の中を作っていって赤ワインの隅々まで味わうみたいな、そういう方法があるんですけれど、まあそれに親しんでたので、きっとあれはこの1991年のシェリーカスクが輝いたので、水ならがそれを引き出してお互いが共鳴して、そしてあんな爆発的なうまみを出したんではないかと思って、小清水さんに水ならを入れてくださいと無茶を言ったわけです。すいませんね。1991年のシェリーダルはそれは単独でも十分シェリーダルとしての何ですか、品質の高さ、もう他にこうブレンドするっていうかバッティングする必要のないレベルのものだったんですけど、それにあえて古い水ならダルを加えた。当時橋本さんがこう、1991年の樽を選定するときに紹介した水ならダルは実は1979年のものだったんです。そうなんですね。でも今回加えたのはそれよりさらに古い1960年の水ならっていう、もう水ならの
私たちがこう白檀とかキャラを連想させるようなお香の香りという特徴を水菜として語ってるんですけど、それが最も凝縮された形で出たのが1960年の水菜と。はあ。それを少量加えました。いやちょっと当時の名残をまだもう本当にわずかしか残ってないんですけれども、今日は記念に。はい。では。非常に色が濃いですよね。これさすがに長期熟成のシェリーダルも色が濃いですけど、水菜ダルもホワイトオーク以上にこう色が出てくるんですか。材の成分がよく出てくるんで、はい、こういう深い色をします。はい、じゃあどうも、はい、ありがとうございます。こういうワイングラスで飲むっていうのは、実はこれを瞳を作っていただいて旅行行くたんびにポケットボトルに入れてたんですけれど、それをホテルで飲んでグラスがないのでワイングラスで飲んだら朝までいい香りが漂うんで、これはワイングラスで飲むべしというので、実はこれはワインじゃなしにウイスキーグラスじゃないのかというぐらい香りが楽しめます。うん。シェリーダルの香りでもあるんですけど、水菜がこう加えた量以上にその存在感を主張してるっていうのが私の印象ですけど、ブレンドって私たちブレンダーがこう常に経験するのはほんの少量 1% とかそれ以下しか加えないのにすごいその主張する原種が時にありますけど、この水菜ダルもこの2つの組み合わせの中でまさにそういう役割を担っていると。59%、20年30年熟成されてというまだまだこう酒のパワーがしっかり残ってて、非常に余韻が非常に力強いっていうのはこの2つの原種のこう相互作用かもしれないですね。だからシェリーダルで大体400本ぐらい、そうですね、420本ぐらいですかね。20年以上寝かしたのかな、はい、シェリーダル大体それぐらいは取れたはずです、ね、取れますね、うん、それを今飲んでしまってもう数十本というでもねこれ飲むない方が無理で、やっぱりことあるごとに飲みますよね。そうですね、ストレートでこれだけスムーズにっていうか、抵抗感なく入ってくる。それと外国のマスターブレンダーとかチューブレンダーがお越しになった時、小清水さんはその人たちをここへ連れてきてこの場所でみんなにこれを飲ますんですよ。するとね、みんな聖地って言うんですよ。もうすごかったですね。まあ、シェリーダルっていうのはサントリーがこう、創業当時からこだわってきたと、いいシェリーダルを手に入れるためにずっと私たちもこう悩みながら結局最後に行き着いたのはやっぱりシェリーダルも自分たちで作るっていうか、スペインの樽屋さんに作らせてそれをシェリーダルのこうボデガに預けてと、本当に私たちが見てこう納得のいくものだけをこう、日本に、戻して、そして山崎を入れる、白酒を入れると。ですからそのシェリーダルへのこだわりっていうのは海外のブレンダーたちもっていうかね、プロも感じてくれてると思いますけど、その上にこう水ならが入ったもんだから、彼らにしてみると全く未体験のまさに香りがそこにあったという驚きだったんだと思います。もうここにいて出して僕はここにいたんですけど、女の方もおられましたよね。あれスウェーデンの
マスターブレンダーで、マスターブレンダーの方聖地って言っても唖然としてあれ今も覚えてますね。まあ水ならの樽っていうのがこれだけ世界的にも、ウイスキーファンたちの間でこう知名度が上がってっていうかね、評価されるって私自身もね実は正直思ってませんでした。でも水ならを世界レベルの有名な一つのカスクの材料として認知させたのは小清水さんですよね。まあそうですね。もともとサントリーは1940年代ぐらいから水ならで樽を作るってことを始めたんですよね。国内で国産の材でもって樽を作ると。ただその価値っていうのは最初の頃はやっぱり樽っていうのはアメリカのホワイトオークとか、スペインのシェリー樽っていうかそれがこうベストのものであってと。日本の水ならの樽で寝かした原酒っていうのはやっぱり本格本物というよりはちょっと変わり種っていうか、そういう存在だと作り手自身が思ってた可能性があると。でもだんだんジャパニーズウイスキーって何だということを考えてくると、やっぱり日本に生えてる木でもって作った樽と、やっぱりそれがやっぱり他の国にはないと、最大のオリジナリティだろうということで、かなり積極的に外向けに語るようになりましたね。それが私のちょうどチーフレンでやってた頃ということになります。だからその使い方が、見事に逆に言うとシェリーカスクを生かすし、そうですね。水ならも生きるという。これがやっぱりシングルカスクっていうのはもちろんそれは非常に個性的で非常に魅力あるもんですけど、でもブレンドするっていうかその比率が非常に問題なんですけど、することでお互いの良さをこう引き出す、しかもそれが元のもの以上に高めることができる、これがやっぱりブレンドの魅力だし不思議だと思ってます。でもそれにたどり着けるっていうブレンダーもそんなにはいないと僕は思うんですよ。やっぱりそのセンスっていうか何なんでしょうね、やっぱり勘というか。そうですね。私たちブレンダーっていうのは通常は定番の製品があって、それは相当大量に作るわけですけど、その味をいかに守るかとか上げるかっていうことに苦心するわけですけど、こういうプライベートなある方が注文されたっていうことで、そういうウイスキーの場合は大変面白い仕事でもあるっていうことは間違いないです。これは要するに小清水さんの作品と考えてもいいわけですね。他にはないということだけは言えると思いますし、今までのサントリーの通常の商品のラインナップについては見ると全く違うタイプの商品だということになります。でしかもこの箱がその樽を作った同じ材料でできた水ならであると。もう小清水さんのこだわりそのものですね。本来だったら樽になるところを樽になり損ねたんですけど、樽って非常にきれいな正目板で作ると、これでないと本当にいい樽ができないと、そのきれいな正目板っていうのがまさにここに現れてて、私たちがトラフという奈良材特有の模様がきれいに浮き出てる。本当に材料の良さがよく現れてます。瓶も水ならで囲われ、中のウイスキーも水ならの中で育ったと。かっこいいですね。本当にありがとうございました。